ご視聴ありがとうございます。今回は都心の真ん中にある複雑すぎる駅のご紹介です。東京地下鉄最大の駅の全貌と意外な誕生秘話、そして随所にあるカオスポイントを解説します。一番古い駅に隠された魔改造の歴史にも注目です。私が今乗っているのは東京メトロ南北線の列車です。南北線は東京都心を文字通り南北に貫く路線。最長6両編成だったところ、去年3月から8両編成の運行が始まりました。次の駅が永田町駅。東京メトロの4つの路線、有楽町、半蔵門、丸の内、銀座線と改札内でつながっています。ホームに降ります。6両編成の停止位置はホームの後ろに寄せられ、前2両分が余っています。この先にも改札への動線がありますが、それは一旦置いといて後ろへ進みます。南北線のホームは2本の線路がホームを挟む島式と呼ばれる構造です。ただし、よくある島式ホームは左右が見通せるのに対し、このホームは左右が分かれており、途中に数箇所ある通路でつながっています。すると、ホームの終端で左右がつながり、ホームの幅が広がりました。ホームの両端にある通路のうち、前方からの他の路線への乗り換えができません。今歩いている後方の通路の先にあるのが、他の路線への連絡通路です。そのためラッシュ時には乗り換え客で混雑し、このような張り紙まであります。ここからは、一番近い有楽町線のホームまででも、180メートル離れています。一つ上の階層に移った後、この先には空港のターミナルのような通路が続き、左右には動く歩道もあります。この通路は水平ではなく、緩やかな上り坂。他の路線に乗り換えるまでは、結構長い道のりのようです。動く歩道を降りた先にあるのが、この駅で接続する路線への連絡通路の分岐部分。右に進むと有楽町線、左に進むと半蔵門線で、銀座線と丸の内線は、半蔵門線のホームのさらに先にあります。この駅では、接続する5つの路線のホームが、ご覧の通りに並びます。そして、乗り換え動線の配置がこちら。銀座丸の内両線のホームからは、有楽町線より南北線のホームの方が近そうですが、実際には連絡通路の長さの関係上、南北線のホームが一番遠いです。各線のうち、有楽町、半蔵門、南北の3路線は、上下線がホームを挟む、島式の構造です。一方、銀座丸の内線のホームは2階建てで、東側に丸の内線、西側に銀座線の線路があり、隣同士で乗り換えができます。最初に開業したのは今の銀座線の駅で、1938年11月の開業です。この時、駅は将来を見越して2階建てで作られていました。59年には丸の内線の駅が開業し、乗り換え駅になっています。そしてここから先、この駅は変わった経緯を歩みます。74年に開業したのが、有楽町線の駅。赤坂見附駅とは離れていたため乗り換え駅とはされず、駅名も違うものになりました。その後、79年に半蔵門線が開業。半蔵門線の駅には永田町の名前がついた一方、ルートの都合上、ホームの端が両駅に届いたため、赤坂見附駅と乗り換え駅になりました。97年には南北線が開業し、5路線すべてが出揃います。なお、5つの地下鉄が集まる駅は、ここを除けば大手町駅だけです。ただし、大手町駅には都営三田線が乗り入れており、東京メトロの路線は4つしかありません。それでも十分多いですけどね。東京メトロだけで5路線が集まる駅は、ここだけです。なお、以前別の動画でご紹介した国会議事堂前、溜池山王の両駅も拡大を重ねた駅です。あちらは一方から順に拡大していきましたが、こちらはもともと別の駅だったところ、新線開業で同一駅になった点で、成り立ちが違います。これから駅全体を見つつ、この駅の特徴と歴史をおさらいです。3路線の乗り換え動線が交差するこの場所では、特に半蔵門線と有楽町線の乗り換え客が多く、ラッシュ時は人の列が左右に続きます。そして柱には、このような掲示があります。南北線からの乗客の進む場所を指定して、割り込みなどのトラブル防止につなげるのが目的です。また、逆向きの動線が分岐する位置をエスカレーターから離すことで、人の列がぶつかって混雑が悪化するのを防ぐのも目的です。
ただし、床面に目立つマーキングがないため、守らない人も少なくないようです。まずは有楽町線のホームに向かいます。とその前に、南北有楽町線両線への動線の間に、こんなスペースが。これが、東京メトロ版の駅中、エチカフィット永田町です。おしゃれなお店が集まり、通勤通学のついでに食事ができます。この辺りはもともと職員用のスペースだったのですが、後に改修し、店舗スペースに生まれ変わりました。また、一番奥にはエレベーターがあり、有楽町線のホームと上の改札階を結んでいるため、営業時間外でもここを通れます。有楽町線のホームに降ります。南北線のホームは地下3階の扱いなのに対し、こちらは地下4階です。南北線のホームは場所によって上下線が分離していたのに対し、こちらは幅の広いホームが延々と続きます。両線のトンネルはシールドトンネルという構造になっています。これは先端にカッターがついた円筒型の機械で地中を掘り、内側からコンクリ製の部材を取り付けてトンネルを作るものです。東京メトロの駅では東西線の木場駅で最初に採用されています。木場駅では2つのホームが両端のみでつなげられたものの、動線が悪かったり、列車が到着発車するときに暴風が吹き荒れるなどの問題が出ました。後に建設された駅では、2つのホームを何らかの方法でつなげるのが主流になり、以前取り上げた千代田線の国会議事堂前駅では、ホームが数本の連絡通路でつなげられています。また、同時期に開業した新御茶ノ水駅では、2つのホームが完全につながっていますが、天井が低く圧迫感があります。有楽町線の建設にあたっては、2つのトンネルの間に別のシールドマシンでトンネルが掘られ、広くてすっきりした施設ができました。ホームの反対側へと進みます。一番離れた路線へは700メートル以上歩くという、同一駅とは思えない距離感です。3台あるエスカレーターのうち1台は改修工事で塞がれているものの、施設全体の改修ではなく、一昔前の雰囲気が存分に残っています。そしてこの先にあるのが、その名も国会議事堂方面改札です。永田町駅の一番出口は、改札を出て左に回り込んだところにあります。どの出口も年季が入っていますが、一つだけ異彩を放つ出口が、衆参両議員会館へつながる出口です。ここだけは数字が振られず、内装も明らかに新しく、他とは別格になっています。この改札は国会議事堂の敷地の北西にあり、国会関係の施設のうちいくつかは、国会議事堂前駅よりもこちらの方が近かったりします。地上の様子がこちら。道路を渡れば国会議事堂です。なお、ここを進んで左に曲がった場所には、以前ご紹介した国会議事堂前駅の一番出口があります。地下へと戻ります。改札は先ほどの場所だけではありません。先ほど触れたエレベーターの脇にある案内板には、3路線の乗り換え動線が集まる場所の上に、もう一つの改札の表記があります。有楽町線につながる階段の隣に、この改札へつながる動線があります。長いエスカレーターを上がります。有楽町線は永田町駅では最初に開業した路線ですが、前後の地形の関係上、かなり深い場所にあります。この先にあるのが、平川町方面改札です。永田町より知名度は低いですが、平川町方面にはオフィスビルが多くあるため、ラッシュ時には混雑します。ここから行ける出口が3から6番までの4カ所。この辺りは地表の高さが一番高く、3番出口は海抜 29.5 メートルあります。ホームから地上に出るまででも結構遠い道のりです。そしてこの改札の近くにはもう一つの改札があります。ただしここは南北線のホームを経由しないと行くことができません。一番近い5番出口と9番 A 出口の距離は100メートル足らず。近くにあるので気軽に入ってしまいそうですが、ここから有楽町線や半蔵門線に乗ろうとすると、かなりの遠回りになります。なお、複数の路線が乗り入れる駅の場合、出口のサインでは、ホームの位置が近い順にサインが並んでいます。3番出口と比べると、それがよくわかります。ちなみに、ここから南北線のホームまで降りた映像がこちら。97年開業の駅とあって、有楽町線側にあった動線より明らかに綺麗です。なお、南北線の駅が開業した当時、技術的には2つのホームを全てつなげることもできましたが、コストや利用者数の兼ね合いから、両端だけをつないだ構造になっています。
平川町方面改札に戻ります。今度は逆側へ進みます。そう、有楽町線側だけでなく、半蔵門線側にも動線があるのです。エスカレーターの長さは先ほどと変わりませんが、内装はこちらの方が綺麗。何十年も前のものではなさそうなので、開業後に改装されたようです。下まで降りて折り返した先で、中盤で通った場所に合流です。そしてここからもう一つのエスカレーターに乗ります。実は永田町駅で一番深い場所を通っているのが、この半蔵門線です。奥をズームするとこんな感じ。物を落としたら悲惨なことになりそうです。駅前後の地形の関係上、南北線より深いため、アホみたいに長いエスカレーターにもう一度乗らないとホームに行けないのです。天井は広告スペースで、真下がエスカレーターだけに交換するのも大変そうですが、広告効果は高そうです。なお、この階層の移動はエスカレーターだけでなく、エレベーターと階段もあります。エレベーターはバリアフリールートとして効果を発揮するものの、遠回りになるだけの階段を使う人はおらず、途中では誰ともすれ違いません。ただし、途中には機械室への扉もあり、出入りなどに活用されているようです。半蔵門線のホームのうち、こちら側に有楽町線と南北線、反対側に銀座線と丸の内線への連絡通路があります。こちら側では、特に向かって右のホームで半蔵門線を降りて、有楽町線に乗り継ぐ乗客が多く、朝ラッシュは非常に混雑します。右側では乗車位置案内がびっしりあるのに対し、左側はそれほどでもないことから、この駅の混雑度合いがわかります。朝ラッシュの様子がこちら。乗客の流れを妨げないよう、この辺りにはベンチなどがありません。先へと進みます。駅部分の構造は有楽町線と似ています。これは駅を建設するとき、有楽町線で使ったシールドマシンを使い回したからです。一方、有楽町線では永田町駅の前後が一度に開業したのに対し、半蔵門線の永田町駅が開業したとき、ここは終着駅でした。駅の近くに上下線をつなぐ線路がなく、一番近い線路は隣の青山一丁目駅の脇にあったことから、向かって左の3番線だけを使っていました。隣の半蔵門駅まで路線が伸びるまでのおよそ3年間、右の4番線側は仕切りで塞がれていました。半蔵門線のホームの終端に、銀座丸の内線への連絡通路があります。一つ上の階層をまっすぐ進むと改札、左に進むと連絡通路です。ここまで来てもなお、ホームまでは200メートル前後あります。上がったかと思ったらまた下がり、そして上がる動線。これは、この場所で丸の内線のトンネルをくぐるためです。接続各線への乗り換えをしやすくすることと、半蔵門線の上の地表が急激な下り坂になっていることが、ホームの両端に通路がある理由です。ただし銀座丸の内両線のホームは離れた場所にあり、有楽町線や南北線より乗り換えが不便です。エスカレーターを上がって右に進んだ先が、その両線のホームです。と、ここで後ろを向いてみます。この違和感にお気づきでしょうか？そう、このエレベーターは垂直に設置されているのではなく、階段エスカレーターに沿って斜めになっているのです。これは車高エレベーターと呼ばれ、首都圏では初採用です。元のスペースに合わせて設置したため、変わったタイプの機械になりました。乗り換え通路の途中には、資材搬入用の設備が、行き交う列車をバッチリ観察できます。そしてここから少し歩いた場所が、銀座丸の内線のホームです。上下線はどちらも2階建てで、同じホームで乗り換えられます。両線とも6両編成ですが、丸の内線の方が車体が長いため、ホームが手前に張り出しており、車両の位置によって乗り換えの便利さが違います。そして私が今いるのが、2階建てになったホームのうち、下の階層です。先ほどの連絡通路でまっすぐ進み、上の階層を通るとどうなるのでしょうか。上の階層に着くとすぐに改札で、他の路線への乗り換え動線はありません。永田町駅の改札なのに、赤坂見附方面改札という、ややこしいネーミングですね。先ほどの場所へは、この右側を進みます。左にも通路がありますが、ここを左右どちらに進むかで行き着く先が全く違い、左に進むと地上出口につながっています。右の通路は先ほど通った乗り換え動線の真上にあり、アップダウンなども似ています。そしてここが、先ほど車高エレベーターがあった場所です。普通のエレベーターを後付けすると、通路の上下を掘り込む必要がありますが、
ここでは2つの通路が重なっていることなどから、そうした工事が難しく、車高エレベーターが導入されたようです。そしてここを左に曲がった先が、A から D の出口です。赤坂見附方面改札から伸びる78出口に近いですが、アクセスしやすい路線が全く違うため、間違えて入ると大変です。一方ここを右に曲がると、内装が一気に明るくなります。この先に改札があり、丸ノ内線のトンネルのカーブに合わせ、左側が緩くカーブしています。ちなみにここ、先ほどの改札と名前が同じです。この先では線路がぐぐっと近づき、ホームの幅は狭くなります。これは、銀座線ができた当時、丸ノ内線が銀座線の支線として計画されており、この先に両線をつなぐ線路があるからです。異なる路線の乗り換えというより、本線と支線の乗り換えのための施設だったのです。結果的に、異なる路線を同じホームで乗り継げる、国内の地下鉄では珍しい便利なホームになりました。1938年としては思い切った発想でしたが、この設備はその後、作り直しを余儀なくされています。59年の丸ノ内線開業時、需要が当初の予想を大きく超えていたため、ホームを拡張することになったのです。丸ノ内線側のトンネルが壊され、ホーム幅が広げられる前は、ホーム全体が直線で、幅も狭いものでした。左の柱の列のところが、元のトンネルの壁があった場所で、右に2列並んだ柱が、元からあった柱です。当初はちょうど、今歩いているあたりがホームの端になる予定でしたが、これではどう考えても幅が足りません。そして、ホームの奥にある階段エレベーターのうち、先ほども通った階段はホーム同士をつなぐものですが、突き当たりにあるエレベーターには、もう一つの役割があります。二つのホームの下には、もう一つの改札があります。エレベーターを降りると、白い通路に休憩スペース。他に比べて綺麗なこの改札は、2010年に新設されたものです。こちら側にはそれまで出入り口がなかったため、およそ5000平方メートルの空間を新たに設け、改札などを作ったのです。銀座丸ノ内線のトンネルはもともと浅い場所にあり、トンネルと地表の間に改札を作るスペースがなかったため、このような構造になりました。そして、赤坂見附駅の地上の様子がこちらです。永田町駅とは違い、周辺には商業施設やビルが並び、大通りの車も絶えません。複雑な駅構内だけでなく、厳かな雰囲気の漂う永田町駅との対比にも注目です。ご視聴ありがとうございました。